皆さんこんにちは、拓也です。今日は、横線の書き方ということでお話ししていきます。僕は日本で書道家として活動しているものです。早速なんですが、横線の書き方といってもですね、正解が一つというわけではなくて、様々な書き方があります。今日ご紹介するのはあくまで僕の書き方ということでご理解いただけると嬉しいです。はい、横線を書く上で大事になるポイントが2つあります。今日はですね、実際に書きながら、その2つのポイントについて、丁寧に解説していこうと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。はい、では横線の書き方解説していきます。横線を書く上で大事なポイント、先ほど2つあると言いました。まず1点目です。1点目は筆を斜め45度に向けて書き始める、そして書き終わるということです。どういうことか実際に書いてみます。こうですね。筆先が斜め45度を向いて始まり、そしてこのままの向きのまま最後また斜め45度同じ方向を向いてます。同じ方向を向いて最後書き終わる。これが、いい横線ですね。逆に、こっちはいい例なんですけども、悪い例も書いてみます。悪い例は例えば筆の向きが完全に、真上を向いている線、これダメですね。だったり筆の向きが完全に、真横に向いてしまう、これもダメなんですね。なぜダメかというと、これだと太さだったりとか、それの表現がですね、やっぱりどうしてもこの幅しか、表現ができないわけなんですね。筆を垂直にしたこの上のパターンの場合でもやっぱり表現はできるんですけど、すごく、表現の幅が狭いし、すごくなんですかね、動きのない、横線に見えてしまいます。ですのでこの上のパターンのように斜めに向けて、そこから書いていく。細くても同じ、そして太くても同じです。これですね。はい、これが1点目でした。はい、それでは続いて2点目、紹介していきます。横線の、角度ですね。横線の角度、これを少しだけ右上がりに終わるということです。これもどういうことか、悪い例といい例を見せながら解説していきます。まず最初、ダメな例です。これがダメな例。続いていい例。はい、こんな感じですね。ちょっと分かりづらいと思うので、こっちに見せてみます。はい、こんな感じです。分かりますかね。はい。どういうことかというとですね、上のこの間違った線は紙に対して平行に書いてるんですね。角度、0です。一方でこのいい例の方はどういうことかというと、少し右上がりになってるんですね。ちょっとだけ角度が上がってます。これが、いい横線です。なんでこれいいかというと、この方が、文字に動きが出てかっこよく見えるんですね。実際にではこれは文字を書いて、見せてみたいと思います。では「ひ」という字を書いてみたいと思います。まずダメな例から書いていきます。
これがダメなパターン。そしていいパターンです。はい、こっちがいいパターンですね。どうでしょうか。2つの比を見比べてみると、下の方が、動きがあっていいですよね。上の、悪い方はですね、なんかこうのっぺりして、動きのない、字だと思います。下の方は右上がりにしてちょっと動きをつけています。下の方がいい横線を使って書けていますね。では、何度かですね、いい横線というのを、連続して書いていきます。皆さんもお手元に紙と筆がありましたら、練習してみてください。45で始まり、45度で終わる。そして少し右上がりです。長いのも書いてみましょう。長さが長くなっても同じです。45度で始まり、45度で終わります。太くても同じです。はい、これも右上がりですね。飛ぶという字を書いてみました。飛ぶですね。基本的に、どんな字であっても斜め45度で入り、そして、右上がりにするというのは、基本的には原則ですので、ここはどんな字を書くときも、守っていきましょう。青です。ではもう一度いい横線何本か書いていきましょう。最初はこの横線を書くのも難しいとは思うんですが、何度か書いているうちに慣れてくると思います。はい、以上になります。はい、ということで横線の解説以上になります。横線はですね、やっぱり書道の、基本となる部分なので、ぜひ、マスターしていただきたいなと思うんですが、やっぱり最初はですね、難しいので、僕も最初から書けたわけではもちろんないです。誰しも最初は初心者なので、ちょっと難しくてもですね、諦めずに、何日かかけて取り組んでいただければ徐々に体が覚えていくので書けるようになると思います。はい、というわけで、このチャンネルでは今後もですね、書道や、日本でのライフスタイルみたいなものも発信していこうと思っているので、引き続きよろしくお願いいたします。ではまた。